俺んための胸量です。今回は更新されて使えなくなったプライムビデオ VR のバーチャル映画館をもう一度使えるようにする方法を解説します。今回の方法は Amazon プライムビデオの旧アプリがライブラリにある方が対象で、旧アプリがライブラリにない方は使用できない手法になっています。そんな方のために動画の後半では代替案も2つご紹介しています。もしかすると旧アプリが使える方もこっちの方がいいじゃんとなるかもしれません。ぜひ代替案も含めて最後まで見ていってください。それでは始めましょう。俺ためプライムビデオ用の新しいアプリ Amazon プライムビデオがリリースされ、旧アプリプライムビデオ VR は新しいアプリを案内するだけのアプリとなってしまいました。実はこの案内が出るのは特定のバージョン以降だけで、ダウングレード、バージョンを下げれば今でも旧アプリのバーチャル映画館でプライムビデオを見ることができます。早速旧アプリのダウングレード方法を解説します。まずはライブラリーから旧アプリプライムビデオ VR をインストールしましょう。インストールできたらゲームやアプリのダウングレードができる特殊なアプリ QAVS クエストアップバージョンスイッチャーをインストールしましょう。なお QAVS はメタストアで配信されていません。ブラウザから QAVS の GitHub にアクセスし APK ファイルをダウンロードしましょう。その後、モバイル VR ステーションなどを使って APK ファイルをインストールしてください。モバイル VR ステーションで APK ファイルをインストールする詳しい方法は過去の動画で解説しています。インストールできたら、ライブラリーの提供元不明フィルタから QAVS を起動しましょう。QAVS を起動すると、初回起動時のみストレージへのアクセス許可を尋ねる表示が出るので、スイッチを有効にしてから完了をクリックします。スキップセットアップアシスタンスをクリックしてメニュー画面を表示します。左からツールス&オプションズに切り替えて、ツールスメニューの下の方にあるログインをクリックします。ログインインフォが表示されるので、ログインをクリックしましょう。メタのログイン画面が表示されるので、今メタクエストにログインしているメタアカウントでログインします。なお、ログイン中に表示されるログイン情報の保存は、保存後でどちらでも構いません。ログインに成功すれば、QAVS の画面に戻って、ログインと表示されます。OK をクリックすれば、ログイン完了です。ログインできたら、左からダウングレードに切り替えましょう。上部にある検索窓で、プライムビデオ VR と入力して、サーチをクリックします。表示された青いアイコンのプライムビデオ VR のディテールをクリックします。下の方にダウングレード可能なバージョンが並んでいるので、バージョン 1.6 の4011を探して、ダウンロードボタンをクリックしましょう。APK ファイルのダウンロードが始まるので、クローズポップアップをクリックし、ダウンロードが終わるのを待ちます。ダウンロードが完了したら、インストールバージョンをクリックしましょう。ステップ1では、現在インストールされている旧アプリのプライムビデオ VR をアンインストールするので、スタートアンインストールをクリックします。本来ならここでメタクエストのシステムからアンインストールの表示が出るのですが、表示が出ない時があります。その時はライブラリーから手動でプライムビデオ VR をアンインストールしましょう。ステップ2で先ほどダウンロードした旧バージョンのプライムビデオ VR をインストールします。インストールアップをクリックしましょう。初回のみ QAVS からアプリをインストールできませんとシステムから警告が出ます。設定をクリックすると不明なアプリのインストールが表示されるので、この提供元のアプリを許可のスイッチを有効にしましょう。有効にするとすぐプライムビデオ VR をインストールするかの表示が出るので、インストールをクリックします。左向き矢印をクリックして
QAVS の画面に戻ります。ステップ 2.4 でインストールが正常に完了したかを確認してくれます。コンティニューをクリックしましょう。途中、手動で Q アプリをアンインストールした関係でエラーが表示されていますが、問題ありません。プライムビデオ VR のダウングレードは完了しているので、ライブラリーから灰色アイコンのプライムビデオ VR を起動しましょう。もしアイコンにカーソルを合わせたときにインストールの表示が出る場合は、メタクエストを再起動してみてください。プライムビデオ VR のアイコンがインストール済みの状態になるはずです。うまくいった場合は、そのままバーチャル環境が表示されます。もしエラーコード4141が表示された場合は、再試行を選ぶとバーチャル環境が表示できる時があります。また、もし読み込みが終わらない時は、プライムビデオ VR を一度終了して、もう一度起動し直してみましょう。なお、旧アプリのプライムビデオ VR はサポートが終了したアプリです。できればラッキーくらいの気持ちで、ダウングレード方法について Amazon のサポートに連絡するのは絶対にやめてください。なお、QAVS など Quest ストア以外からインストールしたアプリについては、自動アップデートの対象外になります。Quest ストアから手動でアップデートしない限り、勝手にバージョンが上がることはないので安心してください。ここからはプライムビデオ VR が使えない方のための代替案です。2つご紹介します。1つ目はビッグスクリーンを使う方法です。ビッグスクリーンは無料で使える画面共有 SNS アプリです。映画館をはじめとして様々なバーチャル環境の中でプライムビデオや YouTube、ローカルの動画ファイルなどを再生できます。映像の光に合わせてスクリーンの周囲も照らされるため、バーチャル環境への没入感はプライムビデオ VR より高いです。ただしデメリットとして最大画質は 720p まで、日本語に対応していないの2点があります。特に2つ目のデメリットは日本語入力もできないので、動画の検索はローマ字入力で行い、下に表示される検索候補に頼って動画を探すことになります。普通ではない点なのでデメリットとして挙げましたが、割と正確に候補を出してくれるので、個人的には使っていてそこまで大きな不便は感じませんでした。この2つのデメリットが気にならないのであれば、正直な話、プライムビデオ VR をダウングレードするより、ビッグスクリーンを使う方がおすすめです。2つ目の代替案は、動画のウィンドウを背景と重ねてそれっぽく見る方法です。メタクエストは VR アプリを起動しながら、ブラウザや YouTube などの 2D アプリを重ねて起動することができます。これを活用し、VR アプリの映画館に新しい Amazon プライムビデオアプリのウィンドウを重ねることで、なんとなく映画館気分を出すという荒技です。ただし、映像に合わせた光の反射はなく、少しでも動くと、ウィンドウとスクリーンがずれて見えてしまうため、スクリーンに映像が流れているという感じはあまりありません。これならカスタムホーム環境のダークボイドの中で見た方が、まだ映画館で見ている気分になれるでしょう。なお、カスタムホームの導入方法は過去の動画で解説しています。余談として映画館とは違いますが、ホーム環境内であれば壁やオブジェに重ねてメタクエストの UI を隠すことができます。これを利用すれば、備え付けのスクリーン感を少しだけ増して動画を楽しむことができます。ちょっとした小ネタですが、良ければ覚えておいてください。以上、Amazon プライムビデオ VR のバーチャル映画館をもう一度使えるようにする方法と、その代替案を2つご紹介しました。特に代替案の方法であれば、プライムビデオ以外の一部の動画配信サイトもバーチャル映画館で楽しむことができます。せっかく VR ゴーグルをかぶって動画を見るなら、映画館の雰囲気で楽しみたいという方は、ぜひ試してみてください。今後もこのチャンネルでは、メタクエストの情報を中心に、変わった使い方やおすすめのゲーム、アプリなどを紹介します。もしこの動画がためになったという方は、
高評価、チャンネル登録していただけると今後の励みになります。いい情報は共有したい。お前のためが俺んため。宗亮でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。